本日2022年10月22日は LSD 発売から24周年。もう来年で四半世紀経つことになりますね。本日はそんな LSD に登場するいろんなものの元ネタについて紹介したいと思います。LSD の元になった夢日記。LSD は夢の中を歩くドリームエミュレーターなのですが、これは開発元のアウトサイドディレクターズカンパニーのライターでもある西川博子氏が10年近く書き続けた夢日記が元になっています。なんとこの夢日記は LSD 発売と同時にラブリースイートドリームというアートブックとしてリリースされ、様々なアーティストたちの挿絵とともに読むこともできます。現在ではなかなか入手することは難しいですが、国会国立図書館で借りることも可能なようです。特典 CD の元ネタ。初回限定版の LSD には特典の音楽 CD が付いているのですが、こちらのタイトルが Lucy in the Sky with Dynamite です。音楽 CD といっても入っているのは1曲のみ。しかしこの1曲が60分という長さのサイケデリックミュージックで、LSD をプレイするときとはまた違った陶酔を得られます。さて、この Lucy in the Sky with Dynamite、元ネタはビートルズの楽曲 Lucy in the Sky with Diamonds。タイトルの名詞の頭文字を抜き取ると LSD になりますが、そのつながりでオマージュされたタイトルのようです。秋葉原の電気屋。LSD ではプレイしていると謎の実写ムービーが挿入されます。これらも特に意味はないのですが、場所が判明しているものがあるので紹介していきます。まずは LSD をプレイしてすぐに見れるこのムービー。具体的には Day2、84、169、358で見ることができます。このムービーは秋葉原のラジオ会館で撮られた映像のようです。しかしこのラジオ会館は2011年に耐震構造の理由で取り壊され、2014年にはラジオ会館新本館ビルとなりました。つまり映像のラジオ会館は旧ラジオ会館というわけです。ニット帽のお地蔵様。Day35、119、126、204で見ることのできるニット帽をかぶった地蔵が印象的なこちらのムービーは、東京都港区にある増上寺で撮られた戦隊子育て地蔵菩薩です。現在でもこの可愛らしい地蔵菩薩は誰でも見ることができ、写真を撮ることができます。水黒葉の地蔵と間違われがちですが、戦隊子育て地蔵菩薩は子供らの成長をお祈りするため、愛情を込めて赤い帽子や前掛け、風車を奉納しております。皆さんもぜひ行ってみてはいかがでしょう。高架下のムービー。高架下を船で進んでいくようなこのムービーは、Day49、134、259で見ることができます。この橋は東京の神田川をくぐり抜けたシーンから始まり、奥には鎌倉橋が見えます。最後には日本橋の獅子像が見えます。私はまだ経験がないのですが、この日本橋川を周遊する船も出ているようです。いつか行ってみたいものです。謎の少年。LSD のムービーの中でも印象的なこのムービー。Day14、43、98、183で見ることができますが、なぜか2008年から9年のニコニコ動画のコメントではこの子に対する情報の言及が見られました。名前は飯塚翔くんだそう。LSD のスペシャルサンクスにも確かに同名の記述があります。開発スタッフに飯塚昇さんがいらっしゃいますのでお子様かもしれませんし、たまたま同じ姓だっただけかもしれません。しかしそれだけではこの子が飯塚翔くんと断定はできませんが、これを裏付ける確定的な情報がありました。OSD の旧ホームページには、ムービーが実装されている紹介文とともにこの子の画像が掲載されておりますが、この HTML を見てみると、なんと飯塚翔くんの文字が。公式ホームページでその正体は明かされていたのですね。他にも少年が出るムービーがありますが、すべて同一人物かどうかは確定できません。どれも飯塚翔くんかもしれませんね。UFO が巡る建物たち。飯塚翔くんのムービーと同日、別パターンのムービーでは UFO が日本の有名スポットを巡っております。最初は京都の東寺に始まり、富士山から東京タワー、国会議事堂を巡っています。つい最近ようやく東寺を見ることができたんですが、荘厳な雰囲気に圧倒されました。この UFO は何を感じたのでしょうね。阿波踊り。Day28、112、126、204では賑やかな阿波踊りのムービーが流れます。ここに映っているのはハッピーにも書いてありますが、新寂連という団体。2012年に解散したらしいのですが、2013年には再度 Facebook ページが立ち上がっており、
現在もインスタグラムなどでその活動を確認することができます。また、オープニングムービーの中にも阿波踊りのシーンがありますが、こちらは江戸っ子連という団体。こちらは団体名が書いておらず特定に苦労しましたが、偶然ムービーとほとんど同じ衣装とアングルの画像を見つけることができました。おそらくこれらの阿波踊りは東京で行われている東京高円寺阿波踊りという催しで撮影されたものだと考えられます。切手の正体。デイ70、155、308で見られるこの謎の切手ですが、こちらは旧ソビエト連邦の切手です。1960年代から80年代までに発行された9種類の切手をそれぞれ接写して撮った映像で、詳細を特定していらっしゃる方のページもありますので、気になった方は概要欄のリンクをご確認ください。目覚まし時計。デイ77、162、328で見られるエレベーターから目覚まし時計が現れるこのムービーの目覚まし時計は、シチズン製の 4RA756 という型番のもの。同型番は金と銀の2色があり、私も銀色のものをヤフオクで入手して、現在毎朝使っております。ムービーでは急にじりじり鳴り出しますが、本物は最初の方は間隔が長いので、扉が開く前からアラームが鳴っていたのでしょう。詩のフォント。先ほどからデイいくつで見られると言ってきましたが、必ずそのムービーが見れるというわけではありません。固定されている日付の中で、ムービーが2種類と夢日記の詩が4編ランダムに表示されます。そしてこの詩に使われているフォントは、フォントワークス製のグレコ M。LSD の文字テクスチャにもこのフォントワークスのフォントが多数使われており、開発元の OSD はフォントワークスの依頼で、フォントジャングルというムービーも作っております。かっこいい映像なんで、ぜひ見てみてください。明月荘。LSD のスタート地点でもある明月荘は、東京都渋谷区に実在した建物でした。当初は1992年には別の建物が建てられており、さらに現在はまた違う建物が建っています。ゲームでの明月荘は内装こそは異なるものの、外観は比較的忠実に再現していたらしいのですが、当時の写真はインターネット上では見つかりませんでした。30年以上前には開発者が実際に住んでいたアパートだったのです。ミニチュア広場のオブジェたち。ミニチュア広場には世界中の建造物がたくさん立ち並んでいます。スフィンクスにピラミッド、タワーブリッジ、エッフェル塔、風車、エンパイアステートビル、ビッグベン、モアイ像があり、入り口にはハングル文字の看板もありますが、これは常用される言葉ではなく、意味の通らない言葉だそうです。リネン君。リネン君は LSD のメニュー画面やグラフ画面に描かれているキャラクターなのですが、ゲーム中には一切登場しない謎多きキャラクターです。開発の OSD のロゴというわけでもなく、あくまでも LSD のシンボリックなキャラとして作られているのですが、チベット密教のブッダーイにその顔が似てるという説もあります。しかし LSD のプロデューサー佐藤治氏の近年のグラフィックにもその姿が見られており、LSD だけではなく佐藤氏の顔としても扱われているようです。リネン君については別動画で解説しております。ぜひご覧ください。以上、14種類の元ネタを紹介いたしました。この他にも京都の京都タワーやハッピータウンの花札のテクスチャなど、細かいもので元ネタがあるものもありましたが、今回は割愛させていただきました。また今回紹介するものは基本的に現実に存在するものを中心とし、それ以外のものにつきましては、またの機会とさせていただきますので、今後の動画にご期待ください。まだまだ特定されていないものもたくさんあります。もしご存知の方がいらっしゃいましたら連絡いただけると幸いです。また、実際に現存するものもたくさんありましたので、この動画を機に観光などに役立てていただけると嬉しいです。それでは、ハッピーバースデー LSD。まだまだこれからも遊んでまいります。そういえば、黒紳士の正体なんですが、実は